世界一面白いアクション RPG を作る、これを人生のメインクエストに掲げています。はいたかです。さあ今週もですね、ゲーム完成に向けて残っているタスクをね、ラストスパートで片付けつつ、空いた時間を見つけてはね、体験版で皆様からいただいたフィードバックの中から改善できそうなもの、効果が高そうなものから順番に少しずつ実装を進めていってます。今日はそんな製品版での調整内容や新しい要素に関して少し共有していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まずはフリーカメラ導入しました。現時点の体験版ではカメラがね、肩越し固定となっておりまして、カメラを回転させると主人公キャラもね、一緒になって回転するという感じだったんですが、これをいわゆるフリーカメラと呼ばれるものに変更しました。敵をロックオンしていない際はこんな感じで自由に動き回ることができます。ロックオンした時はね、また肩越しのカメラになるんですが、このロックオン状態でもダッシュの入力をした場合はこんな感じでフリーランっぽくね、走ることができるようになっております。で、ノーロック中もですね、ゲーム設定からターゲットの自動追従を有効にしている場合はある程度ね、近くにいる敵の方にちゃんと自動で旋回してくれるようになっております。また合わせてですね、ニュートラルの入力で出せる使いやすい作上連撃というものをどの武器でもね、意識して取り揃えるように変更を加えております。これによりある程度ね、ノーロックでも弱い敵とであれば、普通に戦えるようになったかなという感じで、強敵やボスエネミーなんかとね、戦う時はもうしっかりとロックオンして戦うのがおすすめとなっております。続いて新スキルを一部紹介していこうと思うんですが、スキルツリーからアンロックすることで地走りの強化バージョンっていうのが打てるようになります。入力的にはボタンを長押ししてチャージするような感じですね。めちゃくちゃ迫力のある一発をぶちかますことができます。他にもちぎりの後に攻撃ボタンを入力することで飛ぶ斬撃なんかがね、打てたりするようなスキルも用意しております。こっちの方はね AP 消費せずに打てるんですが、代わりにね、ちぎりの後でしか打てないっていう条件がありますので、くさびの数ですよね、回復アイテムの数分しか打てないということになってます。アーマーとかもついてるので、回復動作の後にね、しっかりと戦局を立て直して、さあ自分の番だぞっていう感じでテンポを取り戻すのにね、一役買ってくれるかなと思います。こういった派手なアーツたちはですね、ボス戦はもちろんなんですけれども、結構ね、雑魚敵戦で役に立つかなと思っていて、高火力でサクッと処理したりだとか、あとは複数体の敵をね、同時に巻き込んで攻撃したりだとか、結構爽快感のあるね、俺強え系のアクションに仕上がってると思うので、フィールド攻略中、冒険中の爽快感をね、アップしてくれてるかなと思います。しっかりと腰を据えた怠慢のバトルっていうのはボス戦の方でね、味わってもらって、冒険途中の雑魚敵戦っていうのは結構ね、もう爽快感アップではちゃめちゃな感じのゲームプレイに少しだけ寄せていこうかなという風な方針になっております。製品版の方ではね、かなり広めのフィールドを使って自由な探索楽しんでもらう形になるんですが、こういったフィールドにはですね、初めからもう自生しているといいますか、初期配置として配置されている地罰っていうのもね、結構たくさん存在してますので、こいつをうまく味方につけながらね、快適にフィールドの探索を楽しんでもらえればなと思います。今回ですね、Steam Next Fest に体験版を出展したことによってめちゃくちゃたくさんの人にこの千葉の体験版遊んでもらえているようです。プレイしてくださった皆様本当にありがとうございます。今回ご紹介させていただいた調整内容とか、それから新要素については製品版を販売するタイミングでね、体験版の方にもアップデートをかけてより遊びやすいものにしていこうと思っております。もちろん製品版発売以降もね、調整とか改善、あとはバグ対応なんかも含めてね、やっていかなければならないことは山積みではあるんですが、これからも皆さんからね、いただいたお声をですね、YouTube、Twitter、それから Steam のレビュー欄とかね、できる限り回収させていただいて、より良いものにしていこうと思います。体験版まだプレイされていないという方はぜひね、無料で遊べますので、一度手に取っていただければなと思います。プレイされた後はぜひね、感想や提案などどの媒体でも構いませんので、投下していただけると幸いです。では今回はこの辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。